私、ちょっと外の空気を吸ってきますね。はーい、気をつけてね。私も行ってこよっと。早く戻ってきてくださいっすね。あ、ナビゲーターさん、こんな夜中になんでここに？中に入るきっかけをくれる人を待ってるんだよ。それって私のことですか？ここで会ったってことはドロリースが運命の相手だったのかもな。きっと未来が私たちを導いてくれたんですよ。正直誰がきっかけをくれるのか知らなかったけど、ドロリースでよかったよ。どうしてですか？チームを再編するときに資料の提出の手伝いをしてからずっと任務で忙しくて話す時間もなかっただろ。ええ、ナビゲーターさんにお会いするときはいつも会議中か戦闘中でしたから。チームが再編されたばかりの一番忙しい時期に手伝ってやることもできなかった。君も大変だっただろう。こうして2人で一緒に過ごす時間はなくなっちゃいましたからね。でも頑張った甲斐あって新しい第三研究室防衛班の評判は上々みたいじゃないか。そうですね。エネルギッシュなロードニアに真面目で責任感のあるグロリア、思いやりのあるアライタ、いつもすごく助けてもらってます。彼女たちは隊長を信頼していて、君も頑張ってそれに応えようとしている。だからみんなに認めてもらえたんだ。はい、みんな新人ですが今ではとても頼りがいのあるメンバーで本当に素晴らしいと思っています。それは俺のセリフだよ。ドロリースは本当に素晴らしいドライバーだと思っている。勇気があって魅力的で優しい心の持ち主でみんなから愛されていて努力家で粘り強い。これだけの武器を持ってるんだ。ドロリースは最強だよ。そんな、ナビゲーターさん、ありがとうございます。そうでしたか。ずっと不安だったんです。自分が目指している頼もしい隊長に慣れているんだろうかって。皆さんにチームを評価していただいてもメンバーをがっかりさせてないかいつも心配で。でも今のお話を聞いて安心しました。よかった。つまり私は立派な隊長ってことですよね。その返事は今回の任務が終わるまで待ってくれないか。でももしかすると今回の任務で私は死ぬかもしれないってことだろう。つくも玉木がそう予言したから。はい、玉木さんが私たちに聞いたんです。もし戦場で死んだら叶えてほしい望みはあるかって。あいつコアの輸送を延期すれば現在の進行が激しくなる一方ですから、博士は計画を変更しないでしょう。つまり他に選択肢はありません。ですから必ず成し遂げなきゃいけないんです。やりたくないとは思わないのか。全くないって言ったら嘘になります。でも今になってやっと隊長としての心構えが分かった気がするんです。このまま死を待つわけでもなく、死を恐れずに戦闘に臨むわけでもなく、生きるのを諦めるわけでも、死ねば全てが終わると思っているわけでもありません。どうしてもや
やらなきゃいけないんです。だから私は希望を持って戦闘に臨むつもりです。もう俺の胸を貸さなくても良さそうだな。その言葉、俺が思っていたよりもずっと頼もしいよ。ナビゲーターさん、今回は今までの作戦とは違う。誰かさんが未来を変えるために頑張ってくれてるからな。ゲームだってバッドエンドだったらリセットして初めからやり直すだろ。俺たちは事前に物語の結末を知ることができた。そしてバッドエンドの未来を変えるために今ここにいるんだ。わかりました。長いおしゃべりだったわね。ずーっと立ってたから足がしびれちゃった。玉木、ずっと盗み聞きしてたのか？トイレで入ってきてからちょっとだけね。ダーリンがあるまじき行為をしてないかなーって。あるまじき行為って一体何すると思ってるんだよ。そんなのダーリンが私としてるあんなことやこんなことに決まってるでしょ。はいはい、わかったわかった。ねえ、さっきの浮気問題についてだけど。浮気？そもそも付き合ってもないだろう。重要な証言を入手しました。被告人とドロリースさんとの関係についてですが、あなた方も付き合ってるわけではないですよね。同僚ってとこか？ではお伺いしますが、俺の胸を貸すとは一体どういう意味ですか？つくも玉木、現在やきもちを焼いております。そんなの昔のことだろ。今さらどうこう言うことじゃ。それに君とは関係ないだろう。確かに今の私たちは恋人でも夫婦でもないわ。でも私たちだって同僚じゃない。まあそれはそうだけど。抱きしめたのが昔のことだっていうのもいろんな事情があるってことも分かってるわ。でも好きな人が他の女を抱きしめたことがあるなんて気持ちのいいものじゃないわよ。確かに私とは関係のないことよ。でもやきもちくらい焼いてもいいでしょ。それは。だから私もダーリンの同僚なんだから胸を借りてもいいよね。それが言いたいだけだろ。バレた？目的が分かりやすすぎるんだよ。それに未来を見られるんだから俺の過去なんてとっくに分かってるはずだろ。多分見逃したのね。私が見ることのできる未来は断片的なの。具体的に知るためには当事者と一緒にいる時間を増やす必要があるわ。未来を見る時の視点も人によって変化するし、限界に到達すれば吐いてしまう。めんどくさい能力だな。でも的中率は 100% よ。私を実験室の試験管に入れていろんな情報を与えたら永遠に未来予知ができるかもね。想像しただけで地獄だな。どういう思考回路でそんな残酷な計画を思いつくんだよ。他の選択肢がなかったらそうするわ。もう覚悟はできてるの。なんでそこまでしなきゃいけないんだ？あなたを悲しませたくないから。私見たの。ダーリンが私の胸に顔をうずめて泣きじゃくっていたのを。俺の手でその未来を変えてやる。だから教えてくれ。バッドエンドで何が起きたのか。もちろんそのために来たのよ。